い、皆さんこんにちは。漫画家の下本慎です。よろしくお願いします。ということで今日はですね、また初心者あるあるのお悩みについて答えていきたいと思うんですけども、目や顔が左右対称に描けませんというお悩みに対して今日は解決法を5つ教えていきたいと思います。なるほどね。結構なんか多分さ、このことに対してはピンポイントでやってないけど、なんかいろいろ動画ではちょいちょい多分言ってるよ。そうだね、動画ではちょいちょいアドバイスはしてんだけど、これにね、これだけで動画作ったこと多分ないので、まあでもよくあるお悩みなんだよね、本当に。そうよね、書きたいよね。なので、まあ私もね、結構その悩み持ってたから、それに対してちょっと自分が実践した解決法全部教えていきたいと思うので、ぜひ一緒にやってみてください。それでは早速やっていきましょう。まずその前にじゃあこちらをサンプル画像として用意しました。これ結構私が意図的に顔がもう左右対称にならないように描いたイラストです。ちょっと右の方が上がってる。ああ、そうね、そうね、そうだよね。でもなんか描いてるといつもこうなっちゃう。やっぱなんか自分で左右不対称なのはわかるんだな、けど、みたいな。直してもこれなんか直んないんだよなっていう人はいるんだと思うんだよね。なんでまず簡単なやり方からどんどんみんなに、直す方法を教えていきたいと思います。で、まずその1が、デジタルの人は本当に簡単なんだけど、キャンバスを左右反転するっていうやり方です。これ iBase Paint にもクリップスタジオにもある機能だから、自分でちょっと場所探してみてほしいんだけども、クリップスタジオの場合は、だいたいこの編集でキャンバスを回転とかで反転とかいうとこで、左右反転っていうのがあるから、まあこれをクリッと押すと、こうなるわけ、キャンバスが。はぁ、右左が逆になるんですね。そう。今わかるかな？今これが私が描いた絵。で、これを逆にするのね。そうするとね、人間の目って、いつも片方の目でどっちかと見てるのね。それをなんかこの反転させることで、もう片方の目で見るようになってればいいかな。難しいけど、こう、利き目の方でもう一回逆側から絵を見れることになるから、変に気づけるの。要は自分で歪みに気づきやすくなるのね。で、これ見たとき、あ、ここが歪んでるなーって思うじゃない？その時に、反転した状態で自分で描き直す。ちょっと正しいなと思った方の位置に絵を。こんな感じで、こんな感じかなーみたいな感じで直す。で、またさらに反転するので、元の絵に戻す。そうすると少し歪み解消されてると思うんだけど、今度、また反転した方で描いてるから、あれ、またこっち戻した時ちょっと歪んでるわ、みたいになると思うんだよね。それをまたこっち側で直す。結構大変なんだね。地道な作業よ。で、また反転する。また反転するで、どんどん両方で反転しながら、歪みを自分で直していくっていうのが一番簡単で歪みが取れるやり方だと思うし、自分で下手な、なんか間違いに気づきやすいっていうやり方だと思うのね。なので、ぜひデジタルの人たちはもうキャンバスを反転する。戻す。反転する。戻すを繰り返して、歪みを減らしていくっていうのが本当一番おすすめのやり方です。めっちゃやってるよね。まあやってる。私実際動画撮影中もやってるよね。めっちゃ反転してるもんね。しょっちゅうやってるよね。で、これたださ、デジタルの人はいいじゃない。プップやればいいからね。そう、アナログの人なんだよ、問題は。でもアナログの人も同じことをやってほしいのね。だから、アナログのね、人はまずこうやって紙に絵描くじゃない？で、歪みを調べたい時とか左右対称にしたい時は、こうやってかざすと、絵透けてるの分かる？少し。分かる。この透けてるのを頼りに、ちょっとすんごいやりづらいけど、こうやって自分で正しく描き直したい線をこう描き足す。ちょっと難しいね。こうやって見て、ちょっと紙持ち上げたままこうやって。で、ちょっとこうやって直していく。で、こうした後もう一回こっち側にして、さっきの元の線を一回消して、もう一回このあたりをこうやって取っていくっていう、下書きの線を決めていくっていう感じ。はあ、なるほどね。で、まあ、ざっくりこっちがちょっと凹んでたな、みたいな感じでこっちを増やす、みたいなことをやる。で、これ今私光でやってすごくやりづらかったけど、実際はトレース台って言って、下からライトが当たる台が売ってるのね、画材屋さんとか行くと。アナログも一筋で自分は行きたいっていう人は、正直トレース台を買うの私はめちゃくちゃだからおすすめします。今通販とかでも買えるし、そんなに高くもないので、そうすればね、下からライトが当たって、今こんな私がペラペラやってたけど、実際はこの紙の感覚でこうやって透かして、またもうやってこうやってっていうのがやりやすくなるから。そういうので、アナログ作画の人はちょっとトレース材を導入するっていうのを考えてみてください。じゃあこれが解決法1でした。じゃあ、今度は解決法その2に行きたいと思います。またさっきの一番最初の絵に戻ってきました。
この絵なんだけど、私、いきなり描いたんだ。でも、やっぱり大事なのは、私は当たりを取ることだと思うのね。なので、2は、ちゃんと当たりをまずそもそも取って描いてるかっていうことの確認です。十字線を描く、ね。その当たりっていうのが、そもそもこれ私さっきこの絵を描く前に描いたラフなんだけど、こういうことじゃなくて、描いてほしい当たりっていうのは、まず顔の丸。こんな感じで顔描こうかなっていう丸。そして、顔のパランスを良くするために大事な当たりっていうのが、目の位置を決める横線と、この縦線の、鼻のと口の位置を決める縦線。この当たりだよね。で、この当たりが、まずそもそも、めちゃくちゃ、こういう風に歪んじゃってたりとか。雑だったり。そう、雑だったりしちゃってた場合、こうやってたりとか。こうやってた場合、これ通り描いても絶対顔は歪むのね。そもそも当たりの十字線が、ちゃんとこう残せてるか、綺麗に縦線横線で描けてるかっていうのを確認してほしいんだよね。で、綺麗に私が描いた当たりに、一番最初に私がペンを入れた歪んでる絵をかぶせてみたとき、まあ鼻と口の位置は、まあちょっと私がやっぱずれてたけど、まあでもまあ悪くないけど、やっぱ目の位置がね、これで見た時にずれてるんだよ。私はこの当たりで自分は描けるから、もうこの十字の当たりを描いた時に訂正して描いていくけど、この当たりでも描いてたら私いつもこれ描いてるのに歪むんですって人いると思うんだよね。まあそういう場合は、慣れてきたらもうめんどくさいから私はやんなくていいと思ってるけど、慣れるまでの最初の間っていうのはちょっとめんどくさいけど、目のこの下の線あるじゃない。この下の線のまっすぐ取った当たりと、この上の線のまっすぐ取った当たりもこうやって入れてあげるべき。そうすると私こっち側の目に合わせたかった時ね、こっち側の目がさ、もう上にずれちゃってるのに気づけるでしょ。確かに。だから、そういうことが、目ここで歪んでるんだって気づけるから、ちょっと下にしなきゃみたいな、ね。そう。この元のこの当たりを参考に、もう一回目をこうやって描き直していけば、上の位置はここか、上まぶたの位置はここ。で、大体下まぶたの位置がここ。で、真ん中の瞳がこの辺か、みたいな感じで、まあ、この当たりを参考に描けば、最初よりも大きく目の位置とかがずれることもないし、縦線の位置にだいたい鼻と口が来るように合わせようみたいな感じで、ここに鼻描いて、ここにこうやって口描いてみたいな感じで合わせれるっていう感じになる。やっぱこういう当たりを取るっていうのが最初のうち、どうしても歪んじゃうなら大事かなと思う。こんな感じで。でも個人的におすすめしたいのは、この後もう一回やっぱ反転させて歪みを直していくっていう作業を個人的にはね、そうするとより取れていくかなと思うけど、まあめんどくさい人、反転するの嫌だなとかめんどくさいなっていう人は、とりあえずこういう感じの当たり取るだけでも目の位置とかは大きくずれることはないと。確かにね。っていうのが2つ目の解決法でした。じゃあ次3つ目の解決法いきたいと思います。3つ目なんですけども、こっちの絵とこっちの絵を見比べてみてほしいんだけども、何が違うかわかる？目が寄りすぎてる。そう、正解。内側にね。そう、要は、例えばだけど、今さっき解決法2で私が紹介したのって目のこの高さ位置を合わす方法だったけど、次はこっちの位置ね、私が言いたい。横ね。横の、要はその寄り目になっちゃう。逆に言えば今度目が離れすぎちゃう。それでも歪んじゃうってことは全然あるんだよね。まあそういうことが結構起きちゃってる可能性がある、その人の中で。別キャラに見えちゃうみたいな。こうやって横に並べるとすぐ気づけるけど、まあこの絵がもうそもそもなくなってて、まあこれだけになった時、あれなんか違うんだけど何が違うかわかんないみたいになるんだと思うんだよね。で、その時に一個自分の中で決めとくといいなと思うルールがあって、それが目の奥幅の位置、感覚を自分の中である程度目安のルールを決めとくっていうやり方なんだけど、例えば、それは人それぞれ絵柄があるからね。そうだよね。私がこの幅っていう具体的な例は今言えないんだけど、例えばだけど自分がこう輪郭描いて、こう縦のとりあえず十字の当たり描くじゃない、まあこれでなんとなくこう横の目の位置を合わすとして、確かに目の距離感って言えばいいかな。両目の距離感を合わすとき、自分は片目描くじゃない、片目描く。で、ここでこっちに描いちゃったら寄り目になっちゃう。ここで描いちゃったらすごく寄り目になっちゃう。で、でもこっち側にこうやって描いちゃったら、まあちょっと離れる。やりすぎ、これは究極なんだけど離れすぎちゃう。この時にルールを決めとくとすごくよくて、この目1個分あるじゃん。この目1個分を、自分はだいたい間に取ると。顔の間に。こんな感じで。それを目安にしておけば、こっち側で次、目を描く時に、こう、毎回自分の中である程度のルールが決まってるから、こう、困んなくなる。
なるほど、ね。だから自分はこの目1個分開けようみたいなさ、この瞳の1個分とか。あと例えばそれは私の今言ったのは1個分だったけど、その人の気持ちよさがあるだろうから、まあ半個分とかね。1.半個分でもいいし、半個分でもいいし、なんか 0.8 個分でもいいし、なんか自分の中での目安になる数値。だから別に目じゃなくてもいいのね。やってみて、なんか自分で一番しっくりくる目のところの位置を調整してやってあげれば、毎回その狂わなくていいよねっていう。そういうこと。だからなんとなく自分でのなんかマイルールみたいのを設けておけば、まあ毎回この目のこの左右を描く時の位置に悩まなくて済むからいいと思う。で、まあなんとなく分かりやすいのが私は目かなと、目を描いてるからちょうどね。だからこの目の幅1個描いた、じゃあこの幅間で真ん中1個置いてもう1個横にその目を描こうみたいにしとくのが分かりやすいかなと思うけど、それは人それぞれのちょっと目の位置の置き方あるから、それはなんか自分なりのルールを決めてほしい。なんかいつも描くこの指1個分だとでもこの拡大とかで違っちゃうもんね。でもまあなんか自分なりのルールね、そういうのを決めとくと目安になるのでいいんじゃないかなと思いました。というのが今度もう一つ、第3歩目の解決法でした。4つ目のポイントです。これはもうアナログも本当デジタルの人たちにも共通して言えるんだけども、じゃあ今から私はこうラフ取ってて、自分でこう理想の下書きをかけたとするじゃない？よし、これでもう今回は歪まない、大丈夫だと思ってペン入れをする。それでも、あれペン入れした時歪んでるってこともあると思うんだよね。デジタルの人はもちろんペン入れも反転しながらしていけばいいからできるんだけども、まあ、あるあるのことっていうのが私一つ、みんなこのまま書いてペンを入れてないかなっていうこと。要はこう拡大とかはするんだろうけど、こうやってペンをこうやって入れるじゃない？こっちの目にこうやってペン入れをするじゃない？で、こっちの目もよし、この線に沿ってペン入れしようみたいな感じでペン入れするじゃない？こうやってペン入れしてないかなと思って。でも、ほら、ラフの状態でもう完璧に取れてるからさ、その通り書けばさ、なるんじゃないの？そうなんだけどさ、やっぱり私思うけど人間ってさ、ここの紙を一切動かさないでいると、要は書きやすい線の方向って結構決まってるし、慣れちゃってる方向にしか手とかが動かなくなっちゃうから、なんか歪みが発生しやすくなる気がするのね。固定概念みたいなこと？そう、だから要は私が言いたいのは何かっていうと、自分がペンを入れるときに、今みたいにこう一切紙を動かさないんじゃなくてね、紙そのものをこうやって動かしてペン入れてるかなっていうのを聞きたくて。いやもちろんこれが歪まない方法ではないんだよ。だけどね、私ね、こっちの方が案外ね、目がこういろいろな方向から絵を見ることができるから、歪まないでいけたりするんじゃないかなと思うのよ。で、まあ仮に歪んだとしてもなんかこう調整させていけばいいから、さっき言ったようにこう裏返した時とかに、こうずーっと同じ角度で絵を見続けるっていうことが、こう目が固まっちゃって、こうなんかこう、その歪みに気づけなくなっちゃう原因。で、完成した時に、ちょっといろんなとことか全体を見るから、その時にあれってなる。そう、もうさ、完成した後に直すっていうのが一番嫌じゃない？確かに消したくないでしょね。せっかく完成したのに。できるなら描いてる最中にみんな直していきたいと思うの。その時って、この絵を反転させるって方法もまた同じだけど、要は絵をいろんな角度から見るっていうのが、一個すごい大事なことだと思うんだよね。で、その、アナログの人もデジタルの人も、紙は自由に動かせるよ。こうやって動かせる。そうそう、紙こうやってペン入れてこう動かせばいいから。っていうのをぜひ実践してみてほしいなと思う。案外最初の頃ってこう紙を動かすことって案外忘れちゃいがち。真剣に書いちゃうから、集中してこうやってで一生懸命こう書いてていいことなんだけど、なんか実はここでこう固定してないっていう紙を縦と下をねきっちり、案外プロの人とか絵描くときこれでくる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 回してるよっていうキャンバスを、っていうのをまあ伝えたいなと思ったので、ちょっと紙をちゃんと回してるっていうアドバイス。確かにまっすぐ描くよりも回して描いた方が、なんかもしかしたら歪みがなくなるかもしれないっていう。そうかもしれないし、やっぱちょっといろんな角度から絵が見れて、少しちょっと目がこういろんな柔軟に動くから、こう自分の間違いに早く気づけるかもっていうアドバイスでした。じゃあ次、5つ目、最後のアドバイスなんですけども、これは正直アドバイスと言いながら、私的には1個どうなのとみんなに問いたいことでもあります。例えばクリップスタジオでも iBase Paint でもこの機能あるけど、定規っていうのを使う。定規機能っていうのを、まあ定規機能っていうのは要はその通り線が絵が描けるっていう、まあ定規だよね。みんなが定規。で、その中にね、今ね、対称定規っていうのがあるんだよ。要は左右対称に描ける定規っていうのがあって、まあどんな感じかって今実際ここでしてみるね。
おお、すげえ。わかるかな？こうやったら、こうやって。片方描けば片方描けるんだ。要は鏡なの。はで、だから、これで自分の描きやすい方でこうやってさ、目を描いていけば、もう、絶対にこれはもう、狂うはずがないんだ。狂うはずがないの。もう完全なる左右対称が、これ実現できて、正直私は最近ね、TikTok の動画だったりとか、ああいう、なんていうか、ショートの動画とか、あと、例えば、こっちゃんとかも使ってんのよく見る小学生のこっちゃんとか、多分見て参考にしてるんだと思うんだよね。そういう人のね。で、なんかこういうのを使えばね、綺麗に左右対称の顔が描けます。確かに。これが正直正面顔を描くときの左右対称顔が描ける究極ツールだとは思う。思うんだけど、私これ最近多用してる人をすごく見る反面、ちょっとどうなのとみんなに問いたいことがある。というのもさ、これ絶対に歪まないじゃない。完全なるもう左右対称。そうだって全く同じものがかけてるわけだもんね、反対側に。まあいいよ、気持ちはいいよね、左右対称で。まっすぐかけてるからね。そうそう。だけどさ、私的にはだよ、たまに私この定規使って描かれてる絵を見たときにね、なんか不安な気持ちになったりね、なんかね、美しくないと思ってしまう自分がいるの。わかる？この感覚。いや、わかんない。俺にはわからん。なんて言えばいいのかな？今私のこの絵はわりかしバランスよく描けてるし、まあ下描きもしっかりしたからだと思うんだけど、まあちょっとね、別パターン見てほしいんだけど、これね、ちょっと私がちょっとさっきのとはちょっと変えて描いたこの絵。私なんかやっぱすごく左右対称には描けてるよ、めちゃくちゃね。でもなんかね、自分の絵かなって言われると違うと思うの。なんか私のいつもの絵ではない。確かに、シモン先生の絵ではない。って思うし、何かがちょっと気持ち悪いと思うの。うまいとはちょっと違くなったと思うんだ、私、絵がね。どんな人間でもね、基本的に左右対称な人なんていないんだよ。だから漫画の世界とかイラストの世界でも、きっちり私左右対称って、ちょっとなんかね、不気味さ、作られたものさ、みたいなのを与えてしまうんじゃないかなって思うんだよ。最近の VTuber さんとかはわりかしこう、ライブ 2D とか作るときに、多分そういう左右対称に描かなきゃいけないから、結構綺麗な左右対称だけど、まあそれは本当にプロのすごく上手な人たちが作ってるから、めちゃくちゃまあしっくりきてて、見てるこっちにも違和感がないんであって、なんかね、その左右対称状況をうまく使えてないと、なんだかちょっと不気味感が出るんだよ。だからこっちは、さっきのこっちはそんな違和感なかったよね。でもなんかこっちになるとすごいちょっと違和感あるじゃない。なんか確かになんかなんだろうな、うまいと言われたら、なんかそこまでうまくないのかなっていうふうに思っちゃう。そうでしょ？で、私は初心者の人とか若い子たちが使ってて、たまにこのパターンの人たちを見ると、あれこの子もしかして左右対称定規使わなかった方が良かったかもしれないって思うことがあるんだよ。ちょっとだから違和感があった方が、なんか良かったな、みたいなね。そう。っていうのも私自身は、絵はさっき言ったように、こういう風な描いたらこうやって反転させて、こうやって一生懸命歪みは直していくんだけど、正直最後の最後完璧に左右対称にしようとは全くもって自分自身が思っていない。なんだったらもうちょっと歪んでるぐらいで完成させようっていつも思ってるのね。っていうのがそれがその人の味だと思うし、なんかその絵の美しさかなともちょっと思ってるところがあって。確かになんかその人の絵って感じするよね。この歪みも込みで、下本先生の絵柄、画風なのかなっていう。そう。で、なんか見てる人が言うほどすごく気になる歪みじゃなければ、多少歪んでるくらいがその人の癖だし、絵柄だし、いいのかなと思ってるのと、なんか今後 AI とかが発達したらもう生成 AI とかでみんなイラストすごく作れるようになるじゃない？まあそういうなってるけど、AI はね、私左右対称ねなんて余裕で描けると思うんだよ。確かに。もう全然余裕だと思う。絶対左右対称じゃね？でもさ、微妙な歪んだ絵って私すごく難しいと思うの、再現が。それ出せって言われたら結構難しそうだね。すごい難しいと思うんだよ。っていうのはやっぱさ、なんだろう、それってやっぱその人間が生み出す美しさだと思ってるのね。ちょっとした歪みっていうのを。だからみんなすごく左右対称に描かなくちゃってこう悩んでる人めちゃくちゃ多いんだけど、私がちょっと歪んでるぐらいが美だと思って、美術的な美しさ。圧倒的なその歪みはね、確かにその気になっちゃうっていうのもあるから。そう、わかるんで、そう、初心者さんの圧倒的な歪みはね、そう、わかるんだけど。まあでもその最初言った、なんか1とかの、その2とか線を引いたりすれば、その辺はある程度はこう変更できるじゃん。そう。で、なんかそれをみんな気にしすぎるがゆげ、最後この左右対称定規に行き着いてるんだとしたら、私はこだわりすぎてないかいってことをみんなにちょっと今回言いたかったの。左右対称にみんなこだわりすぎてないっていう。そこまでこだわらなくてもいいんじゃない？そこまでこだわらなくても見てる側の人はそんなすごく歪みとか気にしてないし、あんなに歪んでた方が味があって美しかったって時あるよっていうね。しかもさ、この左右さ、対称定規をさ、
ばっか使ってるとさ、この正面の顔しか描けなくなる。そう、描けなくなる。手が斜め側とか横側とか。そう。で、だからなんかその斜め側とかはもちろんみんな定規使わないで描くわけじゃない。正面側だけがやたら作り物みたいな感じになっちゃったりとかするのよ、本当に。なるほどね。だからまあ私としては、このなんかこうちょっとデコボコした左右非対称だけどもなんか味があるかもしれないっていうのがあなたの作る絵の美しさだった可能性もあるから、まあ言うほど左右対称定規に行き着くまでこだわらないでいいんじゃないかなっていうことを今回はアドバイスでした。使ってもいいけど、そうまあ一応絶対左右対称にかけるから、一個最終手段として左右対称定規は残しといてもいいと思うけど、私はだったら当たりとか、なんだろう、その下書きに左右対称定規を使って、これ十字線とか書くときにまっすぐ書けるから線が、あと当たりとして使ってこう下書きラフ、ペンを入れるときは左右対称定規外しちゃって、もうアナログ自分の腕で書いたら方がいいんじゃないかなと思いました。それぐらいが一番いい感じに歪みも取れて、なんか自分の個性も活かせる左右対称が書けるんじゃないかなと思います。という今回はちょっとね、日頃思ってたの、左右対称定規の絵を見るたびに。いや、これ私だけかな、思ってる人いると思うんだよね。なんかちょっと左右対称定規使った絵を見たときに、なんかこうちょっと不気味さとか不安さを感じるみたいなね。ということで、そういうアドバイスも込みの今回の動画でした。よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまたこの動画でお会いしましょう。漫画家の島とシンと。バイバーイ。